もう一台バイク持ってまして、これはですね、ホンダのレブルですね。で、ちょっとサイドカバーとかね、取り外したままなんですけど、あとここね、リアのシート、リアシートも外したままなんですけど、部品はちゃんと持ってます。でね、数年前に、これね、スピードメーター変えてるんですけど、それがちょっとピックアップかな、うまく動かなくなっちゃったんで、それ以降、スピード出ないんでね、ちょっと危ないから、運転を控えるようにしてですね、そこからずっと放置してるんですけれども、それまではね、ちゃんと動いてました。でね、この辺もね、ちょっと直していきたいなと。直すところが、どれぐらいあるかっていうと、そんなないんですけど、長期間にわたって放置しているので、ちょっと、埃がね、いろいろこうついてしまったと。そういうとこもあるんで、ちょっとそこを直していこうかなと。綺麗にしていこうかなと思います。で実際ここのハンドルなんですけど、使いやすいというか、自分的にはね、ここの、なんていうんですか、絞りがちょっと大きいのかな。だからこういう形で握ることになるんで、長く乗ってると手が痛くなるっていうことと、最近あれじゃないですか、バイクのね、電装品ってむっちゃくちゃ増えてきてるんで、僕だったらここ、シガーソケットですね、とか、ETC とか、それからこれちょっともう壊れてるんですけど、ハンドルウォーマーですね。こういったものをどんどんつけていくと、それからこれだ、風防もつけていくとね、もうここの上がすごい挟むものが多くなっちゃってですね、あとは時計とかね、いろいろつけたいんですけど、もうちょっとね、混み合っちゃいすぎて、ちょっと困るなっていう感じなんですよ。で、そこでこういったハンドルを新しくすることで、ちょっと解消できるんじゃないかと。値段のね、安さに負けてですね、バイクのハンドルバーを買ってみました。で、これだったらね、挟む部分とここと2つこう付けれる場所があるんで、ひょっとしたらね、ちょっといけるんじゃないかなと思います。ガソリンタンクはですね、これ実は標準ではなくって、1つサイズアップしてるんですね。13リットルかな。標準だと10リットルなんですけど、なかなかね、こういった大きいタンクってその当時はなかったもんですから、出てる時にちょっと購入したんですけど、これね、中華製ということもあってですね、ちょっとこうやって見ると、わかるかな、ちょっとね、中心線がずれてるんですよね。ここの、なんていうんですか、ここの、このステッカーが中心線ずれてるのはそうなんですけど、ここのね、ちゃんとこのタンクの位置についても、このシートの真ん中に来てないというか、っていうところがあるかと思います。あとはね、ちょっとタンクがね、どっちかに傾いているんですね。それはここの穴の大きさをちょっと修正して直せばいいかなと。あとはね、アルミがね、ちょっと錆がひどい。もともとひどいんですけど、放置してた時にまたちょっとね、進行しちゃったんで、ここも綺麗にしていきたいなという感じです。で、それからですね、アサヒ風防のサイドケース、これつけてるんですけど、色がね、全然違うんで、買った時はもうちょっと白っぽかったんですけど、今回はですね、このサイドケースごともう交換しちゃおうかなと思ってます。これね、ちょっとね、容量が足りない。使ってツーリングとかしてるんですけど、微妙にね、この幅がというか、容量が足りないんで、本当に荷物が入らないという感じです。これね、ベンチュラっていうところのキャリアなんですけど、数年前に中古で手に入れましたね。便利です、これは。そんな感じですね。で、あとは、この辺のウィンドスクリーンですね。この辺ももうちょっとひび割れとかが目立ってきてるんで、これも交換しちゃおうかなという感じですね。で、試しにこれに変えたらどうなるかってちょっと見ていきたいと思いますね。はい、やってみましょう。取りにくいハンドルグリップは、ラスペネ吹いてこうやってシュッと中に突っ込んでですね。で、こじってればそのうち抜けていきます。こうやってやってったら結構簡単に抜けてきました。
れで今ね、タンクとね、ハンドルの大体外したのかな。で、ちょっと仮合わせしてみましょうか。まあこんな感じでですね、ハンドル付け直してみました。一つね、困った点というか、このスロットルのここのカバーですね、ここの中って一応この回り止め防止みたいな形で金属がね、こういったパーツがついてまして、で、ここに落ち着いてるじゃないですか。これがね、ハンドルの純正だとこういった形でハンドルあるんですけど、ハンドルのね、下側に穴が開いていて、これがね、ここにこうグッと合わさって回り止め防止みたいな形になってるんですよ。今回取り替えたハンドルバーなんですけど、これね、穴がね、上に開いてるんですね。で、そこの回り止め、機能を有効にさせるには、ハンドルの下側に穴開けなきゃいけないんですけど、今回はね、こっち側のこの回り止めの部品を外すことで対応しました。それぐらいですかね。かなりハンドルが狭くなっている感じです。チョークがね、チョークのバーがこんな風な形で向こう側に行っちゃったんで、ちょっとおかしいかな。後で直せたら直します。あと金具なんですけど、標準だとね、大きさ比べてみると全然大きさ違いますね。